はい、皆さんこんにちは。お家でトレーニングなどしていますでしょうか。前回まで腰痛体操のベーシック編をやりました。試していただけますでしょうか。今回は、腰痛体操のアドバンス編になります。ではこちらご覧ください。はい、こちらが英語表記になります。はい、こちらが腰痛体操のプロセスになります。こちらをもうちょっと、失礼しました。こちらの英語表記もございます。はい、ではこちらを、もうちょっと強調したものですね。こちらの赤字になります。はい、では本日はですね、腰痛体操の、アドバンス編ですね。アドバンス編は丸1、丸2と2つあります。で、その中の丸1をね、本日、紹介していきたいと思います。はい。まあね、ちょっと上から読み上げると、プランク、ヒップリフト、ローアーバックエクステンション、アッパーバックエクステンションですね。この4つになっています。はい。では、準備してください。はい。はい。では、まずプランクからやっていくんですけれども、ここで、紹介するアドバンス編に関しては、腰がね、痛くて、立ったり歩いたりするのが辛いというね、そういう、症状の場合には、適さないメニューです。ある程度も改善がしてて、もっともっとこう筋力をね、強くして、レクリエーション的なスポーツとかね、もしくはスポーツクラブに行って、トレーニングをしたりとかっていうね、そういう方向に、行くための、あくまで強化トレーニングになります。はい。ですから、このアドバンス編に関しては、少しでもね、まず腰の調子が悪いとかね、あとは筋力がまだ、弱くてその腰を支える力が弱いとかね、そういう方に対しては適さないメニューになるので、そういう方はですね、他の動画で、過去の動画で紹介しているベーシック編の方をね、参照してください。はい。では、実際ね、プランクからやっていきたいと思いますので、最初下向きに寝ましょう。はい。で、プランクなんですけども、これね、ベーシック編で紹介している、ドローインが、前提になります。はい。で、ドローインに関しては、ちょっと、やっぱり必須になるので、ちょっともう一回確認ね、していきたいと思います。はい。じゃあ、まずですね、手をね、横に置いてください。はい。で、この状態から、はい、胸を張って、はい、今お腹が床についていると思いますが、それを、床から離すようにへこめてください。はい。で、これで腹圧を高めてます。腹圧ね、ドローインの詳細に関してはベーシック編のね、丸1の方をね、見ていただければと思います。はい、じゃあ一回力抜いて、はい、このね、下向きになった姿勢で、腹圧をね、高めるということがまず前提になりますからね。はい、じゃあ実際ね、プランクやっていきたいと思いますので、はい、両手を肘を直角にして、はい、じゃあここからいいですか？はい、じゃあ、下半身ね、お尻を持ち上げてキープします。はい。で、上半身と下半身が必ず一直線になるようにしてくださいね。はい。ちょっと悪い例紹介しておくと、お尻が極端に下がりすぎる。これダメです。腰にね、負担かかります。はい。逆にお尻が上がりすぎる。はい。これ肩がすくんでね、全体のバランス崩れます。はい。なので、しっかりお尻をね、もう少し下げて、上半身と下半身が一直線になる。はい。これもね、見かけ上反ってるようには見えるんですけど、自然に沿ってる範囲だから全く問題ありません。この姿勢の、まま、お腹をしっかりへこめて腹圧を高める。はい。これドローインが前提になってますから、必ずね、意識してください。で、プラスアルファとして、膝をしっかり伸ばしましょう。はい。膝をしっかり伸ばすとお尻に力が入ります。はい。お尻にしっかり力が入ると骨盤、しっかり支えられます。はい。ですから骨盤ね、しっかり支えられていれば腰の負担は減りますから、必ず膝をしっかり伸ばす。ここをね、意識してください。
だいたい時間はですね、最大30秒で結構です。はい。最大30秒で結構ですから、可能なね、範囲で、その中で調節してね、やっていただければと思います。はい。では、一回そこでストップしてください。はい。では、続いてヒップリフトになります。はい。で、このヒップリフトなんですけど、先に動きだけ紹介しておくと、はい。今ね、この、仰向けになって膝を曲げたね、このポジションで、ここからね、お尻を持ち上げる。はい。持ち上げてください。そして下ろす。これがね、端的に言うとヒップリフトという動きになりますね。はい、もう一回お尻持ち上げて、お尻持ち上げるとね、もも裏のハムストリングスという股関節の筋肉にね、力が入ります。はい、下ろしてください。はい。で、ここで、ちょっと腹圧をね、やっぱり意識しなきゃいけないので、腹圧と、あと腹筋背筋ですね、周囲の筋肉をしっかり意識して、より腰を安定させることが、重要になってきますから、そのね、ちょっとコツというかポイントを紹介します。はい、両肘を直角に曲げてください。はい。で、ここからね、両肘で床を押すように、今と同じ動きをしましょう。そして、ゆっくりと下げる。はい。続けてください。これ、腹圧をね、意識して、さらに両手で床を押すことで、腹筋、背筋にも力が入りやすいので、腰回りをね、さらに安定させる効果があります。ですから、必ずやるときは、両肘で床を押して、腹筋、背筋に、さらに力が入りやすい状態を作って、このお尻のアップダウンをね、するようにしてください。はい。で、上げる高さに関しては、上半身と、太ももをね、一直線になるくらいを目安に考えてください。だいたい回数は10回を目安。10回 ×3 セットをね、目安にしてやっていただければと思います。ここでは紹介なのでね、10回3セットというね、感じではやりませんが、皆様がやられるときは、10回3セットを基準に考えてください。はい、結構です。はい、では続いて3つ目がローワーバックエクステンションになります。はい。で、まずね、バックエクステンションというのは一般的に、腰を反らすね、運動ありますよね。はい、ちょっとやってみてください。腰反らしてみてください。はい。これがね、一般的にバックエクステンションです。はい、下ろして。ちょっとね、見てる方は疑問に思うかもしれません。腰が痛いのに腰反らしていいのかというね、反論が来そうなんですけれども、実際ね、腰を反らす動きっていうのは、簡単に言うと、いい反らし方と悪い反らし方があります。はい。で、悪い反らし方っていうのは、もう腰だけを強調して、反らしてしまうのは、私は悪い反らし方だとね、考えております。はい。で、逆にいい反らし方っていうのは、股関節の筋肉、もしくは骨盤周囲の筋肉で、骨盤とか、ね、腰椎をしっかりね、筋肉に力が入る状態が、作れた状態で反らせばいい反らし方です。ちょっと実際やってみましょう。さっきのは、腰をね、強調して反らしてました。じゃあもう一回ちょっとさっきの反らし方やってみましょうか。はい。これ悪い反らし方だと思ってくださいね。はい。腰だけが反っちゃってます。はい。じゃあ今ね、足にチューブ巻いてますから、それを引っ張ってください。はい。引っ張るとお尻の横に力入ります。ちょっと手で、手で当ててみましょうか。はい。お尻の横ですね。お尻の横。はい。そうですね。そのあたり。はい。ここに力入ってると骨盤がしっかり支えられます。はい。必ずチューブで、そこに力が入る状態を作って、はい。ここから、はい。じゃあゆっくりと、はい。反らしてみてください。ゆっくりと、はい。戻して、はい。これをね、ゆっくり繰り返しましょう。これもしっかり膝を伸ばして、はい。膝を伸ばす理由はさっきと一緒ですね。お尻の大きな筋肉に力が入るから骨盤を支えられる。はい。で、チューブを、引っ張りながらやっているから、これもね、股関節の横に力が入るので、骨盤周りがね、しっかり支えられて腰椎に負担がかかりません。この反らし方であれば、さっき最初にやったような、腰だけを強調して反らすような動きよりも全然腰の負担がね、減ってきますから、安心してやっていただければと思います。はい。で、実際やるときは、やっぱり10回3セットをね、基準にしてください。はい。ここでは紹介なので、10回3セットはやりませんが、皆様がやられるときは10回3セットを基準にしてください。はい。ではね、以上がローアーバックエクステンションになります。はい。では、続いて最後がアッパーバックエクステンションになります。はい。じゃあ、両足をしっかり開いて、
つま先を立ててくださいね。で、両手を後頭部に置きます。はい。で、つま先を立てて膝をしっかり伸ばしたら、ここから両肘と頭をゆっくりと持ち上げてください。できる限り持ち上げる。ゆっくりですよ。はい。反動つかずにゆっくり。これを繰り返す。はい。これ先ほどのローアーバックエクステンションよりも、肩甲骨周囲の方にね、力が入りやすくなります。はい。繰り返しになりますけど、見かけはね、反ってる動きですけど、これ正しい反り方をしてるから、腰の負担がこれでね、増えることはありません。なぜかといえば、チューブを巻くことで、股関節のね、横にしっかり力が入ってます。そして膝をしっかり伸ばしていることで、お尻も力が入ってます。ですから骨盤がしっかり支えられて、腰の負担を最小限に抑えてます。これが正しい反り方になります。はい。結構です。じゃあこれもね、10回3セット基準にね、やってください。はい。はい。それではですね、今やった4つの種目をですね、もう少しちょっと詳しい解説を入れていきたいと思いますので、はい。ちょっとイラストを見ましょう。はい。まず、はい。これがね、今やった、4つの種目になりますね。で、まずプランクなんですけど、腹圧がね、大事という話をしました。はい。ちょっとイラスト飛ばしてください。まず腹圧なんですけど、これね、人の体があって、お腹のところに腹腔というね、表記があります。腹腔っていうのはお腹の中の空間ですね。はい。この空間の内圧を、内部の圧力を、高めて腰を保護するのが、腹圧を高めるというね、行為になります。はい。で、その際に、はい、このインナーユニットね、これインナーマッスルのことなんですけど、このね、横隔膜とか多裂筋とか腹横筋とかね、骨盤底筋ってありますけど、このね、4つまとめてインナーマッスルのインナーユニットと言います。これにね、力がしっかり入ることで、腰が保護されて腹圧が高まります。はい。はい、ヒップリフトに関しては股関節のトレーニングです。もうさっき直前に言ったね腹圧の部分はもうしっかり大前提として、この股関節をねしっかり動かす。はい。で、ローアーバックエクステンションとアッパーバックエクステンションに関してはこのように背筋を、背骨をですねこの自然な状態に保つ。はい。もちろん腹圧を高めた状態ですよ。はい。でこれが重要です。はい。でそのために股関節の筋力がね重要になってきます。はい。でさっきね紹介したチューブをねしっかり巻くことで、このように中殿筋にねしっかり力が入ります。これ股関節の横のね筋肉です。はい、皆さんでは今回の動画いかがでしたでしょうか。もし皆さんですねこんな運動をですね紹介してほしいなどご要望ございましたらぜひコメント欄にお願いします。あとSNS ですね Facebook、Twitter、Instagram やっておりますのでぜひこちらもチェックお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。